すでに奇襲を平定した燕丹、燕翔、燕騎などの装束はないのか。燕翔に戦う気はなく、まっすぐ優秀の燕騎のところへ逃げたようです。燕丹は兵を率いて官僚、安平、渤海、加冠などを奪い、紀州を奪い返そうとしているとのこと。大軍を出し燕丹を制圧せよ。燕丹は劉氷に書簡で増援を頼んだようですが、劉氷に兵を出す気はなさそうです。我々にかなわないと見て南妃へ逃げたようですね。逃がすものか。追え。私と宗公殿で突撃すると燕丹が待ち構えていました。燕丹は乱戦の中で討ち取りました。白兎は陣が乱れると慌てて城内へ逃げ込もうとしました。私が弓をつがえて壕のところで撃つと陣馬ともに落ちていったのです。よし、用意将軍さすがだ。燕丹もすでに死した。次は燕翔と燕騎を討つ。今燕翔は燕騎に身を寄せておる。これにはどんな策を用いればよい。燕氏から投降してきた小職、長男らに攻めさせればよいかと存じます。よし、小職、長男、呂公、両将、馬燕、それぞれ自軍を率き三路に分かれて優秀に攻め入れ。李天、岳信は長燕と合流し兵州を討て。交換を攻めるのだ。交換はもう後がなく、劉氷に投じようとしたが途中でトイの応援に殺された。その首が送られてきたぞ。燕騎、燕翔は軍が壊滅し、再起の望みもありません。今は遠い砂漠に逃げているようです。私が西を攻めればその隙に劉備や劉氷が京都を攻めるでしょう。私が救援に行っても間に合いませんから、被害も深刻になりましょう。軍を戻して深追いせぬよいか。用意将軍の言葉は間違いです。曹操殿は天下に歯を唱えているとはいえ、砂漠の者どもは遠いからと安心して無防備でおります。その無防備に乗じて吸収すれば必ず打ち破れるでしょう。しかも燕翔と右岸の間には恩義があり、燕翔と燕騎の兄弟はまだ生きている。覗かぬわけには参りません。劉氷は口だけの人物で、自分でも劉備を使うほどの才がないことは分かっています。重用すれば抑えが効かなくなるでしょうし、軽く扱えば役に立ちませぬから。故に釘を留守にして遠征されてもご心配には及びません。白家の言うことはもっともだ。大小三軍と馬車数千台に前進を命じる。わしが砂漠を平定しようとしたためにそなたを遠路辛い目に遭わせ病にしてしまった。悔やんでも悔やみきれぬ。ああ、上昇の大恩に万に一つも報いられずこの身朽ちようとは。北方の道は険しい。軍を戻そうと思うがどうだ。兵は動きの速さが肝心です。今千里を越えて襲撃しても兵器や軍量が多く不利です。軽騎兵を急がせてまだ防護の不十分な隙に攻撃するのがいいでしょう。分かった。そなたは益州で病を治せ。わしが自ら案内役を探そう。閣下が死ぬとは。天はわしに死ねというのか。諸侯の中で最も年若い閣下に後を託そうと思っていたのに、こうも早く行ってしまうとは。はあ、胸が張り裂けそうだ。閣下殿の遺書がここにあります。書かれている通りにすれば両党は平定できると。遺書には速やかに両党を攻めようと書かれているのだ。いえ、皆の力を煩わさずとも何日か経てば公孫公が自ら燕翔と燕騎の首を届けに来る。両党の軍は数万、
曹操と覇を争うには十分だ。とりあえず身を投じ、後で公孫公を殺して領地を奪おう。気力を養い中原に打って出れば河北を取り返せる。おお、私もそう思っていた。両党から公孫公の使者が来て、宿役で延期と袁紹を切ったと二人の首を届けてきた。やはりな。閣下の思った通りだ。どういうことだ。遺書にこう書いてあったんです。延期袁紹が両党に投じたと聞きましたが、決して追撃しないでください。公孫公は長らく延家に併合されることを恐れており、延家兄弟が身を投じればきっと疑います。ですが兵を出して攻撃すれば力を合わせて迎え撃つでしょう。急いではなりません。放っておけば公孫公と袁氏は互いに争うことは目に見えています。天が閣下を生み、並みいる英雄の中で一番の豪傑だった。文武の領土に通じていた。閣下の棺を京都へ運び手厚く葬れ。